日本人は民主主義の恩恵を受けた。高度経済成長を実現し、一度は世界第2位と言われたほどの経済大国にもなれた。でも自由というのはただでは手に入らない。自由をつかみ取るためには努力が必要だ。そして手に入れた自由を失わないために時には戦うことも必要だ。でも日本人は今もそれを学んでいない。かつて憲法9条第2項は日本の庶民に大きな希望を与えた。しかし憲法9条第2項には問題がある。世界には民主国家だけがあるわけじゃない。共産主義、独裁政権、軍事政権、宗教に支配される国。つまり全体主義だ。そして、民主主義と全体主義の間には、必ず摩擦がある。一部の一握りの人間が、絶対権力を持つ。全体主義にとっては、一般大衆一人一人が、政治権力を持っている。民主主義など、とても認められるもんじゃない。だから摩擦が起こる。30年以上前は、共産主義との東西冷戦。その後は、イスラム原理主義者とのテロとの戦い。そして、現代は中国問題と、グローバリズム。いわゆるディープステートだ。今の日本は民主国家だ。民主国家には必ず、全体主義との摩擦がある。そして世界で起きている。民主主義と全体主義の摩擦に対応する責任は、アメリカだけにあるわけじゃない。日本にもそれはある。その摩擦について考えた場合、暴力によるぶつかり合いの可能性、つまり軍事力という問題を避けて通れない。だが75年間、日本の庶民はそのことから目を背け続けたし、それが可能だった。日本を軍事的に敵にすれば、世界中のすべての民主国家を
敵にすることになる。しかも日米安保のある日本が、軍事的な脅威にさらされれば、世界の民主国家の中心、アメリカが、すぐにそれを知ることになる。だから日本の国家権力が、民主主義になって以来、日本は他国に侵略されるということがなかった。そして戦争は日本人にかつての忌まわしい記憶を思い起こさせる。ほとんどの日本の庶民は戦争と自分たちを関連づけることを嫌がった。しかし、全体主義者というのは国外にだけいるわけではない。そこが本当の問題だ。既得権益というのは全体主義者のことだ。どんな国でもそうだが、その国の既得権益は民主主義の敵になりうる。そして日本の憲法は既得権益を含む全体主義に対してあまりにも無防備だ。求めなければ自由は手に入らない。戦わなければ自由は奪われてしまう。戦うことを放棄したら自由と民主主義は成り立たない。でも日本人は今もまだそれを学んでいない。国内の全体主義者、いわゆる既得権益の問題は敗戦後40年以上もの間日本では起こらなかった。マッカーサーと GHQ は日本の既得権益に大きなダメージを与え弱らせた。1990年代までは日本の庶民は自分たちが戦わなければいつか必ず既得権益は復活して日本の庶民の自由を奪おうとすることを考えずに済んだ。だが本来自由とは自ら求めるもの。そして時には戦って守るものだ。日本人がそれを長い間考えなかったとしても自由の本質は変わらない。そして日本の既得権益は30年前に復活し日本の自由と民主主義を破壊し始めた。そして今も日本の庶民の自由を奪い続けている。
しかし日本の庶民は、30年以上も、そのことから、目を背け続けてしまった。だが実は、その無関心が、民主主義とは矛盾する。もし日本の自由が、どこかの誰かに、奪われそうになったら、どうすればいいのか。現在の日本国憲法は、そこがよく考えられていない。そしてそれを考えなければ、いつか日本の民主主義は、自滅する。人類の歴史というのは、何千年、あるいは、何億年もあるだろう。そしてその長い時間の中で、自由を求める者、自由を失いたくない者は、皆戦った。そして戦えば血が流される。命を失う者もいる。悲しみが生まれ、苦悩が生まれる。そういう状況ではやがて、冷酷で残忍な、手段を選ばない者が力を持つ。だが、ルールがあれば、流される血は減るかもしれない。失われる命も減るかもしれない。悲しみも減り、苦悩も減るかも。そして、そのルールがやがて、法律や憲法となり、現代に民主主義を生んだ。そして人類は、多くの自由を手に入れた。だがそのルールも、決して完全なものじゃない。民主主義というのは、要するにルールのことだ。庶民の自由、平等、平和のために、作られた憲法と法律。それが民主主義だ。だから、民主主義を破壊するためには、そのルールを壊せばいい。法律というのは、国会議事堂で政治家が作る。既得権益にしがみつく寄生虫が、庶民を騙して政治家になる。そして、庶民の自由、平等、平和のために作られたルールを、既得権益のためのルールに、置き換えてしまえば、民主主義は壊せる。再生リスト20に続きます。